皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も美味しいコーヒーを入れながら楽しく日本語を学んでいきましょう。こんにちは店長。常連客の竹谷です。よろしくお願いします。拓也さんいらっしゃいませ。今日はなんだかお腹が空いているような顔をしていますね。バレましたか。実はさっきまで仕事をしていて、ちょうどお昼ご飯のことを考えていたんです。それはいいタイミングですね。今日のテーマはまさに会社員の昼ご飯です。日本の会社員がどんなランチを食べているのか具体的にお話ししていきましょう。いいですね。まずは定番のお弁当ですね。拓也さんは自分でお弁当を作りますか？時々ですが、自分でお弁当を頑張って作りますよ。でも前の日の夕飯の残りを詰めることが多いですね。最近は物価が高いので節約のために持ってくる人が増えている気がしますね。自分で作ると節約にもなるし、健康的ですしね。拓也さんはお弁当作りでこれがないと困るというものはありますか？それはもう冷凍食品ですよ。最近の冷凍食品は本当にレベルが高いんです。冷凍食品便利ですよね。拓也さんのお気に入りは何ですか？僕は自然解凍ができるおかずによく助けられています。自然解凍できる冷凍食品、本当に進化がすごいですよね。そうそう。電子レンジで温めなくても、お弁当箱に入れておくだけで、お昼休みまでに自然に溶けて食べられるようになってるんですよ。凍ったまま入れるので夏場は保冷剤の代わりにもなって一石二鳥ですよね。そうなんです。特にお弁当の隙間埋めにぴったりな小さいグラタンやカップに入ったきんぴらごぼうとか。隙間埋め、お弁当作りには欠かせない言葉ですね。隙間埋めは、お弁当箱におかずを詰めた時、少しだけ空いてしまったスペースを埋めることですね。隙間があると持ち運ぶときにおかずが動いて形が崩れてしまうので、彩りの良い小さなおかずを詰めてきれいに仕上げることができます。昔はお弁当に冷凍食品を入れると手抜きなんて言われることもありましたが、今は美味しくて賢い選択という感じですよね。小分けのパックになって種類も豊富で本当に使いやすい、まさしく朝の救世主です。ありがたいです。次にお弁当箱そのものについても話しましょう。最近は種類が本当に豊富ですよね。はい。実は僕、形から入るタイプなので、憧れの曲げわっぱを買ってみたんです。曲げわっぱですか。杉やヒノキなどの薄い板の曲げて作った日本の伝統的な木製のお弁当箱ですね。木が余分な水分を吸ってくれるので、時間が経ってもご飯がベタつかずに冷めても美味しいんです。本格派ですね。はい。僕の簡単に作るおかずでも曲げわっぱに入れるだけで高級料亭のお弁当に見えるから不思議ですよね。木の香りも良くてリフレッシュになります。素敵ですね。でも冬場は温かいものが食べたくなりませんか？そう思って最近は保温弁当箱も手に入れました。保温弁当箱、水筒のような構造で熱を逃がさないお弁当箱のことですね。お昼になってもほかほかのご飯や温かいスープが楽しめるんです。冬の寒い日に外で温かいカレーや豚汁を食べられた時は本当に感動しました。拓也さん、お弁当で何か失敗したことはありますか？あります。一度お弁当の蓋をしっかり閉めてなくて、カバンの中で汁漏れをしてしまったんです。あらあら、おかずの水分が外に漏れてしまったんですね。あの時は仕事の書類が全部おかずの匂いになってしまって、上司に書類を出すのが本当に恥ずかしかったです。それは大変でしたね。でもそんな失敗も手作りお弁当ならではの思い出ですね。ええ、お弁当の蓋をしっかり閉めたか毎回しっかり確認するようになりました。日本のお弁当は便利な冷凍食品やこだわりの道具、そして作る人の愛情が合わさってできています。小さな箱の中に自分の好きな世界を詰め込めるのがお弁当の魅力ですよね。外食に行くこともありますか？はい。同僚と行くときは会社の近くの定食屋さんによく行きます。でも12時ちょうどに行くとどこもいっぱいで、ランチ難民になっちゃうんですよね。ランチ難民、面白い言葉ですね。ランチ難民はお昼ご飯の時間に飲食店がどこも混んでいて、なかなかお店に入れない人のことを言いますね。もともと難民は戦争などで住む場所を失った人のことですが、ランチ難民はお昼ご飯に行く場所がない人という比喩で使われているんですね。
だから僕の会社では12時より5分早くデスクを離れるという暗黙のルールがあります。人気の唐揚げ定食を食べるためにはスピードが命なんです。まさに戦いですね。ランチのメニューでこれがあれば間違いないという人気のメニューは何だと思いますか？やっぱり鶏の唐揚げ定食ですね。いいですね。僕の行きつけの店は唐揚げが野球のボールぐらいの大きさで、外はカリカリ、中はジューシーなんです。一口食べると肉汁があふれて。美味しそうですね。ジューシーという言葉は日本語でもそのまま使いますが、特にお肉の脂や水分がたっぷりで美味しい様子を表しますね。はい。しかもそこはご飯のおかわりが無料なんです。午後から大事な会議があるとき、気合を入れるために山盛り食べてしまいます。もっと時間がなくて急いでいるときはどうしますか？そんな時は迷わず牛丼か駅の立ち食いそばですね。立ち食いですか。椅子に座らずに立ったまま食事をすることです。駅のホームや近くにあるお蕎麦屋さんに多く、注文してから1分くらいで料理が出てくるんですよ。たったの1分で。前に会議が長引いてお昼休みが15分しかなくなったことがあったんです。あら、それは大変。その時駅の立ち食いそば屋さんに駆け込んでかき揚げそばを3分で完食しました。あの時のスピード感はまさに自分との戦いでしたね。なんと3分で。本当に急いでるとき助かりますね。あとあれじゃないですか。街を歩いていてあの香りに誘われてついつい入ってしまうお店。そうそう、カレーライス。エレベーターの中で誰かがカレーを食べてきたような匂いがすると、もう頭の中がカレーしか考えられなくなります。わかります。日本のカレーはインドのカレーとは少し違ってとろみがあるのが特徴ですよね。そうなんです。最近はとんかつが乗ったカツカレーのようなボリューム満点のメニューを食べてしまった時の背徳感がたまらないんですよ。わかります。背徳感。カロリーが高いと分かっているけれど美味しすぎて食べてしまう時の罪悪感と幸せが混ざった気持ちになるんですよね。僕は週に1回食べちゃうんですけどね。でもたまにはお肉以外も食べたくなりませんか？もちろんです。給料日の後とか自分へのご褒美には美味しい魚が食べられるお店に行きます。新鮮なお刺身定食や脂の乗った焼き魚定食ですね。お魚は健康的でいいですね。実は僕も来週に健康診断があるので、昨日からランチは焼き魚ご飯少なめにしています。でも店長の話を聞いていたらまた唐揚げが食べたくなってきちゃいました。健康診断が終わったら思いっきり好きなものを食べてくださいね。そうですね。それを楽しみに今は少しだけ我慢します。徳也さんにとって平日のランチの予算はどれくらいですか？理想はワンコイン、つまり500円以来ですね。でも値上げラッシュで500円で満足できるランチを探すのは本当に大変なんです。最近はランチの相場が800円から1000円ぐらいになっていると聞きました。そうなんですよ。僕には800円の壁があって、それを超えると今日は贅沢したなという気持ちになります。以前常連のお客様が給料前はコンビニのカップ麺と100円のパンで300円に抑えて、給料日の後は1500円の贅沢なステーキランチを食べるのが生きがいですとおっしゃっていましたよ。そのメリハリわかります。僕も月曜日はお弁当で浮かせて、金曜日は同僚とちょっといいカレーを食べに行くのがルーティンになっています。最近は食事をしながら会議をするランチミーティングも一般的になってきましたね。ありますね。店長、正直に言っていいですか？ランチミーティングってちょっと複雑な気持ちになるんです。徳也さんは何か苦い思い出があるんですか？はい。以前、部長とのランチミーティングで高級なハンバーグのお店に行ったんです。お昼から贅沢ですね。いやー、すごく美味しそうだったんですけど、部長が熱心に仕事の話をするので、僕はメモを取るのに必死で、せっかくのごちそうか。結局ハンバーグが冷めてしまって味わう余裕が全くありませんでした。それは災難でしたね。でもランチミーティングだと会社のお金、つまり経費で出してくれることも多いですよね。そうなんです。ただで高いものが食べられるのは嬉しいけど、気を使うから正直味わうことができません。
まさに美味しい話には裏があるといった感じでしょうか。予算を抑えるのもランチミーティングで人脈を作るのも日本の会社員のサバイバル術ですね。はい。最近はランチミーティングの時は最初の15分は仕事の話、残りの時間は雑談と決めているチームはあって、それなら僕も大歓迎です。最近はお店で買ってきたものをオフィスで食べる人も多いですよね。そうですね。コンビニのサンドイッチやキッチンカーのお弁当をテイクアウトするスタイルです。大きな会社だと専用の食堂があるところもありますよね。そう。社員食堂、略して社食ですね。僕の友達の会社は社食がすごく豪華で、500円ぐらいで栄養満点の定食が食べられるらしいんです。日本のランチタイムはたった1時間ですが、みんな工夫して楽しんでいますね。はい。午後の仕事も頑張るために、ランチは本当に大事なリフレッシュの時間です。店長、話していたらもっとお腹が空いてきました。では今日は特別にカフェ特製のおにぎりセットをお出ししましょうか。やったー、お願いします。皆さんの国ではどんなランチが人気ですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。お店選びに迷ったら、まずは行列ができているお店をチェックしてみるのも面白いかもしれません。それでは皆さん、今日はこの辺で、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。